力満点です。プリミティアプレイヤーエールです。今回はショットガンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、強力な散弾を安定して撃てる強い武器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは軽くて同時に発射させやすい弾からですね。こちらは最小サイズの火薬と軽くて威力の高いセラミックスの刃にしておきます。焼いたスライムがくっついているのは、この後になるだけ部品数を減らすテクニックを使うためです。10個つなげた弾を複製して、間にマス材の棒を挟んだものを10セットつなげて100発の弾を並べます。これだけだとうまく発射できないので、一旦こちらを設計図に登録して、スライムを食べて火薬を外した枠だけの状態のものを作りましょう。こちらをさっき作った弾に90度交差させて接着して格子状にすることで、お互いがダメージで壊れないようにします。でも枠が干渉して普通には接着できないので、遠くの物体から棒を伸ばして、オブジェクト描画量を利用して、物体を消すテクニックを使うことで、ちょうどいい位置に重ねて、めり込ませてくっつけます。ゴムのかけらで結合したら、スライムを食べて外します。おっと、うまく接着できていなかったのか、途中で壊れてしまいました。もう一度枠をくっつけ直して、スライムも食べ直します。よし、今度はちゃんと弾がくっついたまま、枠を接着することができました。ちなみに、わざわざ長い棒を交差させてつけるのは、短い棒をたくさん使って火薬の周りを囲むより、部品数が少なくなって処理が軽くなるからです。試しにこちらに点火すると、あれ？うまく弾が飛ばずに壊れてしまいました。もしかして、マス材だと大量の火薬の爆発に耐えられないんでしょうか？水に落とすと、すべての弾が落ちてくれたので、余計な部分が接着しているわけではないみたいです。しょうがないので、マス材ではなく、もっと丈夫なゴムを使って、もう一度同じ弾を作りましょう。その途中で、たくさんの物体に一気に接着すると、少しだけ位置がずれる現象に気づきました。普通の銃なら何とかしたいところですが、そこまでの精度が必要ないショットガンなので、気にしないでおきましょう。結構時間がかかりましたが、ゴムの枠に変更した弾ができました。これならどうでしょうか。早速点火すると、ダメですね。マス材の枠と同じように、発射前の火薬に繋がった弾が散らばって、枠が壊れてしまっています。こちらも水につけても先ほどと同じ状態です。ここで気づいたのが、物体を消す技を使って結合したとき、後から追加した枠と火薬が接着されていないことが原因だったということです。だから一つの火薬が壊れたとき、残りの火薬も一緒に剥がれるんですね。なので、ちょっとめんどくさいですが、100発すべての弾の火薬を一旦取り外して、接着し直しました。こうすることで、火薬が左右の枠と接着されるので、取れて壊れることはなくなるはずです。ついでに、強度の問題ではないので、軽いマス材の枠に戻しました。なかなか大変でしたが、こちらに草で点火すると、壊れずに弾を発射できています。これはショットガンの弾なので、すべての弾に同時に点火して、一度に発射するために、点火用の最適な草の形を試しながら割り出していきましょう。炎は上に広がるので、下に長方形の草をつけて点火することで、いい感じに火薬が爆発して、100発の弾を同時に発射することができました。これで弾は完成ですね。せっかくなので、弾を3つ立てに並べて、前の弾から発射することで、連続発射できるか試してみます。すると、後ろ
後ろの弾が火薬のダメージ判定を受けるとき、大量の計算処理が入るせいで、処理落ちしてしまいました。せっかく処理の軽い弾を作ったのに、これでは意味がないので、一発の散弾だけを放つ、単発式のショットガンにしましょう。なるだけ簡単に狙って発射できるように、手から落とさないためのベアリングと、トリガースイッチとコンデンサー、鉱酸とタング線を使った点火装置、狙いやすいレーザーサイトを取り付けました。ちなみに普段は玉側のベアリングは誤爆を防ぐために外輪側にするんですが、今回は誘爆上等なので軸側にしています。よし、とりあえずできたので発射してみると、手から落とすことなく100発の弾を同時に発射できました。次は地面に置いた軽量プラスチックを撃ってみましょう。あれ、上下にグネグネしているので、ベアリングを追加して3点で固定することで判定しやすくしましょう。これならグネグネしませんね。早速撃ってみると、ちゃんと破壊しています。ダメージ表示が1つなのは、壊れた直後のわずかな時間、無敵になるからですね。ようやくこれでショットガンの完成です。カメラに向かって撃ってみると、迫力満点です。今度はたくさん組み合わせた草の的を狙うと、なるほど。いい感じに広範囲を破壊することができています。一発だけしか撃てませんが、片手で持てるくらい軽量ですし、100発の弾を同時に発射する強力な散弾を撃てるので、なかなか強いんじゃないでしょうか。それからも、いろいろなものを撃ちましたが、それほど耐久力の高い物体でなければ、簡単に破壊できます。試しに、遠距離に撃って止まった弾を、カメラだけで追いかけてみると、かなりの広範囲に散らばった弾が確認できました。反動によるブレで結構ばらけるみたいです。つまり、現実世界のショットガンと同じように、遠くに行くほど着弾範囲がばらけるわけですね。倒したい相手には、なるだけ近づいて撃った方が良さそうです。ロボットを狙っても、ある程度狙いをつけるだけで、簡単に吹き飛ばして、破壊することができました。ちゃんと吹き飛んでくれるのが、面白いところです。では、いつものように、巨大な木から狙っていきましょう。少し離れたところから狙うと、2つの葉っぱを同時に破壊しました。さすがの弾の数ですね。それからも、ショットガンを召喚しながら、何度も撃ちまくることで、しっかり破壊して、吹き飛ばすことができました。もちろん、ドローン工場の壁も一撃で簡単に破壊できます。向こう側の壁にも当たっているのがすごいところです。風力発電機を狙っても、楽勝で一撃粉砕です。細い的なのに、かなりの数の弾が当たってますね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、ショットガンを発射してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。くらえいい感じに吹き飛んでいます。2発撃つだけで、ほぼ全てのザコキャラが吹き飛んでいきました。次第ですが、一発でほとんど吹き飛ばすこともありました。こういう的には超強いですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。レーザーサイトで狙いながら、トリガーを引いた瞬間、100発の弾をばらまく散弾が発射されます。弾同士の間隔が空いているおかげで、向こう側が見えるのも、なかなか狙いやすくていい感じです。それでは最後は、イエロースライムに効くように、すべての弾に銀の刃を取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って発射してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。よく狙って発射やったー、巨大スライムを倒しました。
なりの数の弾が当たって一撃で破壊することができました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたショットガンさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちして